今だと飲んで、コース2種類ありますけど、大体2、3杯ぐらい飲んで、客単価はどれぐらい？大体1万1000円か1万2000円ぐらい。はあ。魚も、温暖化があるので、多分もう魚が様変わりするというか、使えなくなる魚が多くなるだろうと思って、南のちょっと変わった未利用魚系の魚とか、変わった魚を結構扱うようにして、先に慣れていこうっていう形でやってましたね。沖縄の魚を専属で。ちょっと今日頑張った自分にご褒美あげたいとか、落ち込んでてトスしたくて元気になりたいとか、そういう人に来てもらえるのはやっぱ嬉しいですね。いらっしゃいませ。こんにちは。こちらどうぞ。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。目黒区洗足駅を出てすぐの通り沿いに店を構える2026年1月オープンの新店、地元密着の割烹居酒屋を長きにわたり営んできた魚好きの店主が業態を変え、寿司店として移転開業。ちょっとした贅沢をしたい時に通える店を目指したいと、おまかせは税込み8800円、1万1000円という価格設定で、当てと握りを次々と繰り出す満足度の高い内容が強みです。自身のキャリアを生かした料理センスが光る当てと握りは他店とは異なる工夫があり、食べていて美味しい楽しい構成になっている。生きやすい価格帯で最大限の美味しさを追求し続ける。寿司初心者から上級者まで誰にでもおすすめしたい隠れた名店です。8800円の方がいいですかね。はい、じゃあお願いします。お願いします。泣いた。そう泣くんですよ。すごいウグイスが鳴いてる。すごい、これ何これ。緑のやつは何ですか？これはね、水ナスです。ナス。いいですね、夏ですね。あ、本当ですか？よかったです。好きな味、好きな食感と、この油が出てくる感じ。揚げてあります。で、ちょっと揚げ浸しみたいにしてあるので。最高。梅。そうです。今度さっぱり系。も強い岬。おお。梅雨にかけた一品。なるほど。いろんな食感があって面白いですね、これ。で、ちょっとこれとびっこ入ってるんです。本当だ。桜煮ですね。でかっ。気仙沼ですね。おお。ちょっと吸盤がついてて嬉しい。吸盤側は外はとろっとしてるんですけど、中がやっぱり力強い感じで、噛めば噛むほどこうタコエキスが出てくる感じ。九州の醤油と赤酒っていうのを使ってるんですよ。赤酒。赤酒。料亭さんとかが使ってるみりんと料理酒の間みたいな。左側の方が、通常のスライスのガリでちょっと甘めに作ってます。左から角切りで少しこう酸味強めに、ちょっと酸っぱめに作ってあります。ちょっとなんかもう色薄めのかんぴょうみたいな見た目。ちょっと他のおしらせの違う味がしますね。多分だから和食よりの多分酢漬けの感じなんで、こっちはもうちょっとフルーティーな感じで、でもキリッと辛いですね。結構王道の、でもきつすぎない赤シャリみたいな感覚ですかね。こんな感じですね。で今もうほんと切りたてで口に入れた瞬間めちゃくちゃ酸っぱって感じなんですけど、やっぱりでも余韻がなんていうかな、全然痛くないっていうか、そんなにこうきついツンとくる感じではないので、このシャリってもう生命線じゃないですか。この塩梅、どこのお酢をどれぐらい使うかっていうのはどう研究していったんですか？前の店で全部分量を変えながら合わせていって、最初は琥珀だけを使ってたんですよ。で、琥珀だけはちょっと物足りないので、江戸丹念入れてみたり。江戸丹念はどっちかというとバランスを取る意味合いで、千鳥酢はちょっと酸味を、うまみを入れるっていう
中で、最終的にこう全部整えるって感じですね。寿司モノクロ山下正史です。1977年、48歳です。出身は福岡県。寿司モノクロさんとして山下さんご自身が思い入れのあるネタだったり、ぜひうちに来たらこれを食べてほしいっていう自慢の一品握りあれば教えてください。うちの1貫目がアナゴなんですね。それも甘だれてなくて、藻塩とぶどう山椒でお出しするんで、多分他ではまずやってるとこはないだろうっていうところもちょっと最初印象付けもあるんですけど、アナゴは結構こだわって丁寧に仕事をしてるので、まず1貫目のアナゴを楽しんでいただいて。蒸し器で蒸してましたね。蒸し器で蒸してます。いわゆる一般的な最後に出てくる煮アナゴでタレとか塩でふわふわとろとろっていうよりは、食感はすごいふわふわしてるんですけど、ぶどう山椒のこのやっぱおしゃれな感じがなんかでも繊細な感じがあるんです。香りがきてアナゴは本当に繊細な感じ。味ですね。調味料として味噌を含ませて食べて噛んだら口の中でなめろうが完成する。大将これよく考えつきましたね。これありそうでなかったと思う。わあこれでもやられましたね。ちょっと沖縄の魚を専属で目黒で意外すぎる。予想以上に味が濃いですね。あ、そうなんですね。1時間ぐらい。これうまいっすね。結構見の中美味しいんですよ。冷静。冷静です。さっぱり。うわ、コーンの甘さと枝豆の塩味がすごいいいバランスですね。なんでまた飲食の世界に行かれたんですか？そもそも会社員にやるつもりではずっとなくて、何か独立しようと思ってたんです。昔から料理は好きでやってて、会社の一つとホームパーティーとかよくやってたんで、なんかやった方がいいよみたいな流れでなんかこう勘違いして始めたから、コロナになってやっぱり店を営業できないってなって、でその時にやっぱり、寿司や焼肉や個室のお店っていうのがそれなりにこう営業ができてたんですよね。技術というか特別感のあるもので、お金をいただくようにしないと、ちょっと経営上も難しくなるかなっていうのがあって、業態を変えようと思いながら前の店でも寿司をちょっと出しながら始めたって感じですね。鉄火かんぴょうも組み合わせるんですね。鉄火とかんぴょう。もう一口で鉄火巻きもかんぴょう巻きも楽しめるっていう。これの締めじゃなくてやっぱこの一番いいところで出すっていうのはなんでですか？ちょっとこう、インパクトもあるんですけど、ここでマグロ来ましたよっていうのはまずうまいっすね。もちろんこれかんぴょうなしでも絶対、しかも天秤の部分が味濃くて美味しいんですけど、かんぴょうが入ることによってよりうまみというかマグロっぽく感じるというか、で逆にこの時期の、養殖だったり天然のやっぱ油なさめのさっぱりなマグロだとうまみを入れるというかアミノ酸入れるみたいなイメージで、これ例えば動画見て
マグロかんぴょう食べてみたいという方は言えばやってくれますか？言ってくれる。はい、大丈夫。みんなが聞いたことある組み合わせだと思うんですけど、このモノクロさんの組み合わせは美味しいものと美味しいものがぶつかって組み合わさったっていうよりはなんか本当に一個のものになってるっていう感じがして、結構これ評判良くて。いやめちゃくちゃうまかった。いいだけですね。輝いてます。メイチとか姫鯛とかそっちが好きなんですよ。味濃いですね。すごいです。メイチダイユッキ。メイチダイって夏ですか？そう、まあ時期的には通年あるっちゃあるんですけど、すごいなんかぷっくりしてる。ペーパー入れて、でちょっとここに吸水用に入れてだけですね。あんまり入れすぎると吸いすぎちゃうんで、結局こういう向きで並ばれてるじゃないですか、はい、市場に。はい、地面についてる側が下ですよね。こっちの方がやっぱりストレスかかってるんで、こっちは先に傷みやすいんですよ。なんで先に下身から使う。だからヒラメとかなんかその雰囲気の色ですよね。そうですね。淡白な感じがして。叩いてる甘エビも甘エビだけですか？はい、だけです。これも結構皆さんリアクションいいんじゃないですか？そう、叩くとエビの旨味が出てくるんですよ。今日一番口の中から消える速度が速かった一貫ああ、そうですね。ですよ。もうシュワーっと溶けて消えてる寿司っていう。ちょっと熱い。ごまだれでごまさばです。いわゆる九州の福岡のつまみですね。福岡のごまさばです。おお、間違いないうまさ。トロットロっすね、サバ。これでも誰が食べても美味しいですよね。これはこのごまサバは綺麗。すごいプリップリしてる。ハラミなんで、まあ金目正直時期ではないんですけど、まあいいもの入ってるんで。すごいやっぱ身がプリプリしてて噛むとすごい甘いですね。油が甘いですよね。寿司モノクロさんへのアクセス方法を教えてください。はい。アクセスは東急目黒線の専属駅から徒歩1分。で東急大井町線の北専属駅からだと大体徒歩6分7分ぐらいで来れます。はい、ありがとうございます。営業は夜のみのお店ですか？夜のみですね。はい。大体何時から何時ぐらいまで18時から23時。一斉スタートとかではない？もう15分刻みぐらいで、予約を取ってるので、お好きな時間に来ていただいている感じですね。はい、ありがとうございます。で定休日は？定休日は日曜日です。基本的にはスタイルでいうとおまかせスタイルのコースのお店ですよね。そのおまかせコースの種類、金額、内容について教えてほしいです。おまかせコースは、8800円の、18段が握り10貫で、おつまみ含めて、おつまみが6品ですね。あとあら汁にちょっとラーメン入れます。それとデザートがつきます。でもう一つが21品の1万1000円コース。そちらに関しては、煮付け、のどぐらだったり金目だったりアワビだったりその時によるんですけど、そういうものと大トロとウニがつきます。モノクロさんの予約方法はどうしたらいいですか？まず、食べログと、公式の LINE があるので公式 LINE、 あと DM と電話で予約できます。はい。客層はこの辺りは、高齢の方は結構多いので、70代く
くらい70代くらいのご夫婦ですとか、あとご家族ですね。家族3代で来られる方もいますし、結構地元の方の徒歩圏内の方が多いですね。前の店がモノクロだったんですね。それを持ってきたっていうのがあるんですけど、向こうは、前は、漢字で白黒でモノクロで、寿司屋に通う時どうしようかって考えた時にひらがなで馴染みやすいというか気軽に来てほしい、カジュアルな感じしなかったので、ひらがなでモノクロにしました。それなんでモノクロなんですか？前に勤めたお店が白い時期にで和食を出すっていう店だったんですよ。お刺身だったりとかで、自分がお店をじゃあ自分で始めようと時に黒い皿にお刺身を持って流行り始めて、で最初白と黒のサラダだけだった。ほんと単純にそのだけで白黒だと面白くないので店名をモノクロにしたっていう感じです。しっとりしてる。玉ねぎ醤油ですね。なんか玉ねぎ醤油がもうちょっとドレッシング風っていうか、なんかソースな雰囲気です。料理ですねこれも。ここで初めてわさびを使います。ちょっともう最終盤ですよ。最終盤です。わさび使ってなかったですか？油の強いものだけにしかわさび入れたいので、基本的にわさび使ってないんですよ。何でもかんでもわさび使う必要ないかなと。わさびが必要なものだけに入れるっていうのが一番適正なのかなと思うので、あえてわさびはいっぱい使ってないです。今日初めてわさびを感じます。シャリちょっと温度上げてるんで、またシャリの感じ方が違う。なんか赤酢のシャリって感じがちょっと出ますね。マグロとの相性も含めて。和食出身の寿司が結構増えてると思うので、そういう本当にお酒のあてになるようなつまみが結構多かったりするのをやっぱ大事にしてるというか、そこは得意というか、それでやってるっていうところですね。お肉を一品必ず入れるっていうのをやってるので、たまにずっと魚食べてると飽きてきて口変えたりとかいうこともあると思うので、ローストビーフ出したり鴨出したりちょっと一品お肉を入れるようにしてます。うわーうまそう。うわまさかの鴨肉。うまっ。低温調理もやってみたんですけど、低温調理だと柔らかすぎて肉感なくなっちゃうんですよ。うまっ。このモノクロさんのコースでは肉として出てくるのは鴨か、鴨だったりローストビーフだったり、必ず何かしら肉はこの終盤に出てくる。中抜きってしてるんですよね。実質2キロぐらいはありそうですね。後半の鴨からのパターン、ちょっとフレンチ料理屋感出てきたな。こっちはバターを溶かすために銀だら。うわでも見た目は結構いいフォルムですね。うわいかついな、ちょっとうまそう。今日一脂が乗ってますね。こってり系。バターがあるっていうのはミルキーですね。味わい的には確かにでもちょっとフレンチとかビストロっぽい要素、洋風な油の感じ。要は西京漬けとかの銀だらです。はい。大判で取れるんで効率がいいです。効率いい。2キロぐらい。
真っ白。真っ白です。ちょっと軽めですね。がっつり塩ではなかったですね。軽めです。ちょっと脱水とぐらいなんで。まあ塩してあるんで塩水じゃなくてもいいと思うんですけど、中に水入れたくないんで。寿司モノクロさんを漢字一文字で表現すると何になりますか？モノクロっていう字もあるので、まだオープンしたばっかりのお店なので、一文字で言うと白。白。その心は一応お客様に合わせて何色にもなりますよっていう、それを喜んでいただけるように、一応こっちは真っ白い状態でいて、お客さんの色になっていこうと。おまかせっていうのはやっぱあるものを出すっていうのは、これお客さんに合わせていくっていうのが本来のおまかせだと思うんですね。苦手なものとかアレルギーとか、ちょっとこれがダメだっていうのは可能な限り差し替えるので、そういうのも含めてこっちは真っ白でいいよっていうね。白。で、チラシです。いやー、だいぶ贅沢チラシですね。今日使ったほとんどのネタを入れてくれた超贅沢海鮮バラチラシ。シャリよりももはやネタの方が多いぐらいたくさんゴロゴロ入ってます。これで一旦お寿司終わりですか？あと最後、あら汁とレタとなります。もうあら汁にそれだけラーメン入れる。もちろんラーメン入りで。じゃあラーメン入りで。はい、お願いします。うわー、最高の締め料理。なんか麺がすごい特徴的ですけど、これ麺もこだわりあるんですか？麺は手延べのイボの糸の中華麺を作ります。すごい麺も一本一本がくっきりしてる感じがする。いただきます。麺うまっ。ちょっとつるっと感だけじゃなくてぬるっとしてるっていうか、ちょっと確かにそうめんのなんかテイストある。喉越しがうまっ。ラーメン屋開業した方がいいんじゃないですか？ラーメン屋のラーメンはやっぱ油と塩がもっと必要なんですね。ああ、そっか。だからここのタイミングで食べるラーメンだからより美味しい。ああ、うまい。優しいですね。あ、もうそのままじゃなくてちょっと味付けをしちゃう。レモンシロップ。大将、今日は楽しく美味しい時間ありがとうございました。まず結構思った以上に食べ応えがあってボリューミーでクオリティも高くて、それでおまかせ8800円って大丈夫なのかなっていう、そこが一番僕らからするとすごい満足だったんですけど、8800円の中でなんとかやっぱりいいもの、美味しいものをやっぱこう出したいなっていうので、ちょっといろいろ工夫しながら出してる感じですね。もともとそのモノクロキッチン時代を含めてやっぱ料理人が寿司を握ってるっていうキャリアの方だと思うんで、そのテイストが随所に見られたっていう。で、味付けがやっぱ絶妙で、どれもやっぱしょっぱくないとか強すぎない、でもちゃんと味があるとか魚の味を引き立ててるっていう、すごく料理的な当て握りっていうのが多かったなっていう全体印象の中で、特に自分が好きだったのは鉄火かんぴょう巻き4番。あれは変則的な4番バッターだったんですけど、なんかもう 2,3 切れぐらい今食べたいぐらい記憶に残る一品でした。特にお酒飲まれる方は当てとしてもいけるので、なんか寿司としても認定できるし、当て巻きみたいな形でも認定できるっていうか、アジのなめろうを口の中で完成するアジのなめろう握り、あれもやっぱり結構記憶に残りました。改めて寿司モノクロさんのこだわってらっしゃるところ、大切にされているところを教えてください。普段使いして、気軽に来てほしいっていうところ
記念日だったりとか、お誕生日、結婚記念日使われる方も多いんですけど、それ以外にも気軽に来てほしいっていうのと、やっぱカウンターのお寿司食べたことない人もいっぱいいるので、その方にデビューしやすい価格帯とデビューしやすい雰囲気で楽しくお腹いっぱいで帰っていただきたいなと思います。若い方こそなんかめっちゃ良かったってなることもあるなっていうか、そう若い方も最後に足りなかったらラーメン多めでも対応しますのでそれもあるしお任せというか、お客さんに合わせてそうですね見繕ってくれるという、今日のコースって8800円のコースもんね、安い方のコースなんですもんね。そうですそうです。いやでもだいぶ価格満足度はありましたね。で味がやっぱほんと全部美味しかったし、寿司に詳しい方、寿司を食べ歩いてる方もなるほど、そういう出し方、そういう考え方でこの寿司を出してくるのかっていうのが結構面食らうっていうか、でもちゃんと美味しいっていう、そこが大前提。やっぱ美味しい、でもその美味しさのその構築の仕方が料理人っぽいっていうのがやっぱ目新しい、なんかちょっと新鮮斬新な感じがあったんで楽しませていただきました。本当に今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。東海地方の中心地、愛知県三河湾に面したこのエリアには地物を生かした魅力的な寿司店が多く存在しています。その中から私寿司リーマンが厳選して寿司店を細かくレポート。名店や地方の隠れ家もアプリで簡単検索。愛知の寿司がもっと近くなる。東京都、大阪府に加えてこの度愛知県の名店も新たに追加掲載。寿司店探しは酢飯無料ですのでぜひ使ってみてください。